こんにちは。ミディアムです。皆さん、ウイスキー飲んでおりますか？今日も私と一緒にウイスキーを飲んでいきましょう。今日のウイスキーは、こちら、アーリータイムズブラウンラベルになります。今日はこれをいただきたいと思います。前回飲んだイエローラベルも一緒に飲めたらいいかな。よろしくお願いします。ミディアムチャンネル。こんにちは。ミディアムです。本日のウイスキーはこちら。アーリータイムズブラウンラベルになります。じゃあ今日はこいつを飲んでいきましょう。はい、じゃあ30ミリ入れていきます。30ミリ。トワイスアップとハイボールで楽しんでいきましょう。こちらはトワイスアップ。それではトワイスアップいただいていきましょう。結構甘みがありますね。バナナの香りのような甘みと、樽のオイリーな苦味。グレーな感じですね。うまいですね。じゃあ次、ハイボールいただいていきましょう。やっぱりオイリーな感じや、グレーな感じが強いんで、ソーダを入れるぐらいで香りはぶっ飛ばないですよね。いい香りで美味しいですね。うまい。それでは、お湯割りにしていきましょう。今日も、やっぱりバーボンには、蜂蜜。このくらい。十分に溶かして、入れてみましょう。よいしょ。ちょっと残してますけど、これは糖度計で測ってみましょう。よいしょ。はい、じゃあお湯割りいただきます。樽のいぶった感じの苦味と蜂蜜の甘みがあって美味しいですね。じゃあ本日も最近やっているアーリータイムズブラウンラベルの糖度計で何度あるか測ってみましょう。ブラウンラベルは糖度どのくらいあるかな。結構あるね。分かったかな。アーリータイムズブラウンラベルの糖度は16度になりますね。意外にウイスキーも糖度があってびっくりだね。じゃあ前回飲んだアーリータイムズイエローラベル、こいつも試してみましょう。20ml かな。はい、それではイエローラベルとブラウンラベル飲み比べてみましょう。こっちはイエローラベル。違う。ブラウンの方が甘い。
イエローはちょっと柑橘な感じ。こっちの方がライ麦多いんだっけ。なんかライ麦の多分爽やかな香りなんでしょうか。こっち甘いな、これやっぱり。トウモロコシのコーンの配分がちょっとこっちの方が多いから。ブラウンのはやっぱちょっと甘い。イエローの方がちょっと軽い感じするね。でもうまいっす。やっぱりバーボンにはこれでしょう。こんなフラスコにとってたら炭酸抜けちゃうけど。よいしょ。ちょっとね、コーラだけだと私甘いのよね。コーラを測ったのにこっちは手弱。ともかいとこ突っ込まないで。はい、じゃあブラウンラベル。うまいね。コーラ入れるとうまい。やっぱりうまい。違うね、やっぱり。やっぱブラウンの方が甘みがある。やっぱコーラの甘みに、グレーンの甘みとやっぱ樽の濃い甘みがついてきて、これ美味しいっすね。イエローはどっちかっていうと、イエローラベルはちょっと爽やか。コーラがちょっと爽やかになった感じする。こっちライだよね。やっぱライのね、爽快な香りがする、こっちの方。飲み比べるとよくわかる。やっぱハリータイムズ安いけどうまいですね。はい、本日のアーリータイムズブラウンラベルのテイスティングノートです。バナナのような香りでスイートが3、オイリーな感じ、ナッツも3、フラワーグレーンな感じも3、ピート樽を焦がした感じ、ピートが4になります。お気に入りのポイントとしまして、十分にバーボンのテイストは感じられます。十分1000円でも美味しいですね。個人的感想のフレーバーマップの星印はこちら、スモーキーリッチになると思います。トワイスアップが9、ハイボールが10、お湯割りが9となります。やはりハイボールの方が好きですね。ハイボールでウイスキー好きになった人なんで、ちょっとハイボール推しなんで申し訳ないです。総評としましては、1000円で十分に楽しめるバーボンとなっています。リピガイドは5、星は4つになります。本日もご覧いただきありがとうございました。